と。おっしゃ、食った。はい、来ました。70アップ。これが稲っこ食いの方ですね。稲っこの方だったらサイズがいいよって、しかもコンディションもいい魚釣れるよって言ってたんですけど、まさにこれです。やりました。よし、食った。あ、違う。おということで、初日のねちょっとタイミングが合わなかったポイントに再び来ました。今日は、絶好ではないんですよね。もうご覧の通り潮を下げてて、日が暮れてから本当は満潮が来て下げが来る方がいいんですけど、残念ながらそういう潮じゃないので、この後徐々に暗くなって結構潮がトップスピードになりかける前ぐらいの多分速さぐらいでメインゲームがスタートすると思います。はい、ただ夕間詰めなんでね、ちょっとだけやってみようかなというところでナレッジ65バイブレーションでやってみます。さあどうだろうな。ベイトはいっぱいいるけど、昨日もねある程度したら流れ落ちちゃってたんで、ちょっと早く間に合ってほしいですね。暗くなって明暗ができるまでに。すんごいな、稲っこが今年多いですね。その代わりサッパが少ないんで、ちょっといまいち数釣りができない状況。明らかに多分川に入ってる魚が少ないですね。しかも一応この橋下に入るの若干嫌がってますね。この外側の方が密度濃くて、暗い中入ると少しだけ密度が減る。多分予想はねそれなりに入ってますよ、シーバス。よし、食った。ヒット。よっしゃー。ボラの中入れてたら食いました。夕間詰めいましたね。やっぱちょっと明るい方でした。よいしょ。いやでもギリギリ交流あるタイミングで釣れたのは嬉しい。よし、スモークでよっしゃー、キャッチ。いいんじゃない。やりました。元気うい。糸はプロトの 1.55 ですね。ちょっとだいぶね稲子がいるんで、ラインにねガンガン稲子が当たるんで、少し太めの糸をチョイスしました。いい魚ですね。これは多分ボラ付きじゃないですかね。ボラの中をガンガン、バイブレーション当ててったら突如ドンと。いや満足です。いい魚ですよ。ほら、うい。秋の魚元気なのでね、こうやってヒレをもうビンビン立ててくれますね。
すぐ体勢立て直します。もう元気だ。もう自立してる。ほら、バイバイ。イエーイ。とりあえずやっぱね、ベイトですね。ベイトいるとこにシーバスがいますね。明暗待たずして、とりあえず1キャッチできたんで幸先いいですね。この後もっと密度が濃くなって良くなることに期待です。経験上それなりに良さそうな気はします。こんだけいなっこいてなかなかルアー目立たない状況の中で結構あっさりヒットしたんで、これでもしシーバスが少なかったらまあルアーは目立たないんでなかなか食わないんですよ。でも割と早めに食ったっていうことはまあそれなりに入ってるんじゃないかなという。どうだろうな。よっぽどいるピンが分かればね、ナイトゲーム稲子についてればいいのを流していくのもありだと思います。流れがかなり速いポイントなんであっという間にルアー流れてっちゃうんで、巻かずに流す釣りはピンが分かってないと結構釣るの大変です。なのでもしかしたら夜でもこういうバイブレーションのただ巻きがいいかもしれない。おっしゃ、食ったよ。しかもこれサイズアップじゃない。マナーバイトだと思うけどな。あれもスルスル寄ってくるの。裏洗いしないね。シーバスだよ。やばい、ゴミが来た。ゴミを避けて。よいしょ。おお、元気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 。シーバス。おお、引くね。ちょっとラインに安心感あるんで強気なファイトできますね。思いっきり流れに乗ってめっちゃ引くんですけど、いいんじゃないですか。これはちょっと今夜でもバイブレーションパターンですね。みんなこの群れの中を思いっきり目立たせる。流すというよりはもう巻きでガンガンアピールしていく釣りですね。はい、行きました。やばい、これ実際上げてみたらめっちゃいい魚だった。70アップ、最高やばいですね。これが昨日から言ってた稲っこ食いの方ですね。サッパ食いと稲っこ食いって言ってたんですけど、稲っこの方だったらサイズがいいよって、しかもコンディションもいい魚釣れるよって言ってたんですけど、まさにこれです。最高ある、パワーある、もうめちゃくちゃかっこいいボディの鈴木ですね。やりました。よし、もういけますね。バイバイバイ。入ったー。いや最高。いやようやく求めてた魚、もちろんもっと大きいのもいますけど、稲子食ってるね、いいコンディションの最高なシーバスに出会いました。よし、さあ引き続きやっていきましょう。いやでもよかった。一昨日ね、もう終わってて鈴木はいるけど、もうこんな感じでベイトはこんないなかったんですよね。でも鈴木はやっぱ残ってたけど、もう捕食タイム終わってすごいニュートラルな状態で何しても口使わなかったんですけど、今日はね地合い間に合って、地合いに合わせてくればあの時も、多分釣れると思いますって言ってたと思うんですけど、それに合わせられてよかったです。もうちょいナレッジでやっていきましょうか。でラインとね、ラインの傷のチェック、針のチェックはしっかりしておいた方がいいと思います。
こんだけ稲子いるんでね、ファイト中もちょっと当たるんですよ、稲子に。それで意外とね傷ついちゃったりもするんで、こういうベイト大量の時とか、今ベイトに当ててってるんですけど、そういう釣りの時はこまめにラインチェックした方がいいです。あとは少し太めのライン選択がいいと思います。明暗でき始めるかでき始めないかぐらいが多分流れが速くなるタイミングのさっきは地合いでしたね。よっしゃー、キャッチー。さあ少し休憩してました。1時間ぐらいかな経ってだいぶ流れが緩んできたんで再開したいと思います。とりあえず上からやってみようかな。スネコン130、程よい流れです。で稲子はねまだ全然いますね。稲子パターンなんですけど、よくあるねシャローとかよどみで流れの緩いところでボンボンっていうライズ出る、ちょっと稲子パターンとは少し違って、本当に流されてきた稲子を、1枚下で食べてるような稲子パターンです。なのでトップには結構ルアー出づらくて、1枚下をルアーでね引いてあげることが大切になってきます。稲子の群れの中思いっきり当てて稲子がね避けてってルアーが目立ってっていう食わせるパターンもあるし、稲子がいない1枚下を引いた方が食う時もあるし、であまりにも稲子が多い時は、ここだと難しいんですけど、もう魚のいる場所常にね追っかけてるわけじゃないので、シーバスも捕食してその後1回休んだり、自分の家というか住処があるので、そこにダイレクトに流し込んでいくパターン、稲子パターンはねやっぱベイトの密度がすごいんで、ルアーを通すコースっていうのが非常に大事になってきます。でその通すコースいいとこ通したとしても、なかなか1頭2頭じゃ食わないんですよ、目立たないから。なので正しいことをずっとしばらくやってあげるっていうのが大事です。稲子パターンが迷宮する理由はそこにあって、その正しいことをね20頭30頭やってればワンバイト得られる、ことをやっててもやっぱ15頭目とかで変えちゃったり10頭目で変えちゃったり、正しいんだけどなかなか正解が返ってこないので変えちゃうんですけど、正しいと思ったらしばらくそれをやり続けることが大切です。ただそれが間違っててもドツボに入るんですけど、なのでドツボにやっぱ入りやすいのがこういう大量の稲子とかボラパターンですね。よっしゃー、くっそー、もう今すんごい流してっていいバイトだったのに、乗るの待ちだったんですけど持ってきましたね。橋脚の周りを本当ライン先行でルアー持ってってほぼ巻いてなかったです。反転流になじませるぐらいの勢いで。さあルアーチェンジします。鉄板バイブレーショントレイシー25。
そしてラインも変えました。シーバス P マックスパワー X8 ですね。ちょっと飛距離出したいので。つきました。こんだけフルキャスト先でボトムタッチも分かるし、ルアーがね動いてるのも分かるんで、伸びが少ないっていうのはルアー釣りにおいて、ルアーの操作性においてすごいアドバンテージなので、低深度っていうのはシーバス釣りにはマストなんじゃないかなと思います。はい、シャローランナーアイザー。終わりましょう。とりあえずね、釣りたかったボラ付きのね、ミナッコ付きの魚が取れたんで満足です。お疲れ様でした。ということで今回東京湾で、バリバスの、新製品のね、というかプロトのラインと、既製品のラインを使って東京湾奥のシーバスを、やりきりました。マッチ・ザ・フィールドっていうねタイトルなんですけれども、マッチするまでの過程が、良くも悪くも、皆さんにお見せできたんじゃないかなと思います。シーバスはこういうダメなとこいいとこ、ベイトの状況、流れの潮の状況っていうのを読んでいって、マッチしていく、最後それで、狙いすまして取っていくっていうのがシーバスゲームの醍醐味だと思うので、ぜひ皆さんも、時には釣れない時もきっとありますが、そのね釣れないっていう情報もいろいろ考えて、最後はいいシーバスに、このねバリバスさんの糸を使ってたどり着いていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。